コーヒーシフォンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はコーヒーシフォンケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はふわふわ食感の美味しいシフォンケーキを作っていきます。今回はね、コーヒー味のシフォンケーキなんですが、マーブル状に仕上げたいと思います。さらにですね、100円ショップに売っている型で作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、サラダ油、お砂糖、牛乳、インスタントコーヒー、お湯。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵なんですが、こちらは L サイズを使用してください。もし M サイズを使用する場合は 3.5 個分ほど入れていただくといいかなと思います。そしてお砂糖に関しましては、こちらはグラニュー糖でも OK です。そしてインスタントコーヒーなんですが、こちらはお好みのものを使用してください。そして今回は100円ショップで購入した紙タイプのシフォンケーキ型を使っていきます。こちら5号サイズです。このシフォンケーキの型なんですが、紙がすごく使いやすいのでおすすめです。ダイソーさんだけじゃなくてキャンドゥなどにも売っているので、ぜひチェックしてみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめに卵を卵白と卵黄に分けていきます。卵白に関しましては泡立てるので大きめのボウルに入れてください。それでは分けます。はい、このように分けてください。こちらの卵白はですね、後から泡立てるので、使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると泡立ちが良くなります。それでは続いてインスタントコーヒーを溶かしていきます。まずボウルにインスタントコーヒーを入れてください。そしてここにお湯を入れます。そしてしっかりインスタントコーヒーを溶かしてください。はい、混ぜました。今ね、少し塊が残ってしまっているので、軽く電子レンジで温めたいと思います。電子レンジ 600W で15秒加熱します。はい、15秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜてください。そしてコーヒーの粒がなくなるまでしっかりと混ぜましょう。インスタントコーヒーの準備はこれで OK です。こちらは使うまでこのまま置いておきます。それでは続いて卵黄生地を作っていきます。まずはじめに卵黄だけ軽く溶きほぐします。この後ね、泡立て器を使うので、泡立て器の羽を使ってほぐしてください。そうしましたら続いてここにお砂糖を半分ほど加えてください。加えたらですね、こちら手早く混ぜてください。馴染むまで一度手動で混ぜます。というのも、お砂糖が卵黄の水分を吸ってしまって、すぐ混ぜないとつぶつぶが残ってしまう時があります。なので最初はこのように馴染むまで手動で手早く混ぜてください。このように馴染んだらハンドミキサーの高速で1分泡立てます。はい、OK です。このように白っぽくもったりするまで泡立ててください。そしたらですね、こちら使った羽はこの後卵白を泡立てるのに使うので、きちんと洗剤で洗って、そして水分をしっかりと拭き取っておいてください。そうしましたら続いてここにサラダ油を加えます。そしてしっかり混ぜてください。油が分離しないように30秒ほどよく混ぜます。そしてよく混ざったらここに牛乳を加えてください。そして混ぜます。はい、続いて牛乳が混ざったら今度は薄力粉をふるって加えます。薄力粉は必ずふるって加えるようにしてください。そしてダマができないようにしっかり混ぜましょう。はい、このように混ざれば OK です。卵黄生地はこれで完成です。こちらはこのまま使うまで置いておいてください。それでは続いて卵白を泡立てていきます。まず卵白に何も入れない状態でハンドミキサーの高速で15秒ほど泡立てます。はい、泡立てました。そうするとこのように粗めの泡が立ちます。このぐらい泡が立ったらお砂糖を半分入れます。そして今度はハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。
はい、今30秒泡立てました。先ほどよりもこのようにふわっと泡立ってます。そうしましたら残りのお砂糖をすべて加えてください。そしてまた同じようにハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、今30秒泡立てました。そうするとこのように柔らかめの角が立ちます。角が立ってすぐ折れるぐらいですね。このぐらいの柔らかさになります。そうしましたら最後は低速で1分30秒泡立てます。はい、今1分30秒泡立てました。そうするとこのようにピンと角が立つ状態になります。ハンドミキサーの種類やあとは卵白の温度によっても泡立ち具合が変わる場合があります。なのでこちらの動画の泡立て具合を参考に泡立ててみてください。卵白を泡立てる時に一番注意していただきたいのがこの羽とかあとはボウルに油分や水分がついてないかだけしっかりとチェックしてください。油分や水分がついていると泡立たない原因になるので注意しましょう。それでは続いてこちらの2つの生地を合わせていきます。まずはじめに卵黄生地に泡立てた卵白を1すくい入れてください。そしてよく混ぜましょう。2つの生地の硬さを揃えるイメージです。よくなじませてください。はい、なじみました。生地の硬さは今このぐらいですね。タラタラタラとつながって流れ落ちるぐらいです。そうしましたらもう1すくい入れてください。そして今度は泡立て器でふわっと混ぜていきます。このようにボウルを回しながら混ぜていただくとやりやすいと思います。軽く筋が残るぐらいまで混ぜてください。それでは続いてこの卵白のボウルの方に卵黄生地を入れます。そうすることで混ぜムラを防ぐことができます。はい、そして加えたら最後はゴムベラでふわっと混ぜていきましょう。卵白を泡立てすぎるとこの時に混ざりにくくなるので泡立てすぎには注意してください。はい、このように混ざれば OK です。そうしましたら続いてこちら溶かしておいたこのコーヒーにこの生地を2すくいぐらい入れてください。よいしょ。そしたらこちらもねふわっと混ぜます。ちょっとねマーブルがかってても大丈夫です。このように混ぜてください。そしたら最後はこちらのね生地に戻し入れます。適当にパーッと回しかけながら戻し入れてください。そしてだいたい3回ぐらいですね、思いっきり大きく混ぜましょう。はい、もうこのぐらいで OK です。あとはこちらを型に流し入れていきます。それでは型を用意してください。まず半分ぐらいですね加えます。少し高めの位置から落としていただくといいかなと思います。半分加えたら今度は反対側から入れます。はい、そして全部入れたら少し高いところから 2,3 回落としてください。そうするとね生地が平らになると思います。それではですねこちらをオーブンの天板に乗せてまず170度に予熱したオーブンで7分焼きます。今回はトータルで30分焼いていくんですが途中で取り出して切れ込みを入れて焼いていきたいと思います。この予熱するタイミングなんですが卵白を泡立てるタイミングで予熱し始めてください。それでは焼いていきます。はい、今7分焼きました。7分焼くと表面が焼けてる状態になってます。そうしましたら包丁で4箇所切れ込みを入れます。このようにね切れ込みを4箇所入れていただくと綺麗に膨らみます。はい、こんな感じで入れてください。それではこのまま170度のオーブンで23分焼いていきます。はい、焼き上がりました。このように綺麗に膨らんで焼き上がってます。そしたらこちら冷ますんですが冷ます時はこういったね瓶にこのように逆さまにして冷ますようにしてください。そのままの状態で冷ましてしまうとしぼんでしまいますので注意してください。それではこのまましっかりと粗熱を取って冷まします。はい、シフォンケーキが冷めました。じゃじゃーん。このようにふわふわに仕上がってます。それではね型から取りたいと思います。この100円ショップの型なんですがこのように切り口がついてるのでここをねペリペリっと破って取り外していきます。あとはここから剥がしていきます。おー、いい感じですね。はい、こんな感じでふわふわに仕上がってます。そしたらこのようにね中央部分をちょっと下に押さえつけます。あとはですねこの底の部分ですねこちらを取ります。
はい、であとはね筒の部分も取り外しましょう。底の部分からギューッとね筒の部分をしぼませます。あとは取り出しましょう。よいしょ。はい、このようにふわふわに仕上がりました。中はねこんな感じです。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでコーヒーシフォンケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにふわふわに仕上がってます。それではね切りたいと思います。はい、断面はこんな感じになってます。このようにねいい感じにマーブル状に仕上がりました。ふわふわに仕上がってます。そして低速でしっかりと泡立てたのできめの細かい仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。ふわふわです。そしてコーヒーの香りがしっかりしてすごく美味しいです。甘さもちょうどいいですね。ふわふわしっとり。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のコーヒーシフォンケーキのポイントです。まず卵なんですが、卵白と卵黄に分けて、卵白は使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすることで泡立ちが良くなります。そして今回ですね、卵のサイズは L サイズを使用してます。もし M サイズを使う場合は 3.5 個分使っていただくといいかなと思います。そして生地を作る時のポイントです。まずはじめに卵黄生地を作るんですが、卵黄はグラニュー糖を加えたら手早く混ぜてください。そのまま置いてしまうとグラニュー糖が卵の水分を吸ってつぶつぶができてしまう時があります。なので加えたらすぐね手早く混ぜるようにしてください。そして馴染んできたらハンドミキサーの高速で1分ほど卵黄が白っぽくなるまで泡立ててください。そしてこの泡立てた後のハンドミキサーの羽なんですけれども、こちらはですねこの後卵白を泡立てるのに使えます。この時に羽に卵黄の油分がついていると卵白が泡立ちにくくなってしまいます。なので使い終わったら必ず洗剤で洗って、そしてきちんと水分を拭き取ってから使うようにしてください。そして卵白を泡立てる時のポイントです。卵白を泡立てる時なんですが、ハンドミキサーの種類によって適正な泡立て時間が変わる場合があります。なので動画の泡立ち具合を参考に泡立ててみてください。そして泡立てた卵白と卵黄生地を混ぜる時のポイントです。まず1回目はですね、泡立てた卵白を一すくいして、そして卵黄生地に加えてしっかりめに混ぜてください。そして2回目からはふわっと混ぜるようにしましょう。ここであんまり混ぜすぎてしまうと膨らみにくい原因になってしまいますので注意してください。そして今回はコーヒーシフォンケーキということでマーブル状にしました。こちらね全体をコーヒー味にしていただいてもいいですし、今回みたいにマーブル状にしていただいてもどちらでも大丈夫です。今回みたいにマーブル状にするときはコーヒーの生地を作って加えたらだいたい3回ぐらいですね大きくかき混ぜてください。ここで混ぜすぎてしまうとマーブル状にならないので注意していただけたらと思います。全体をコーヒー味にしたい場合はマーブルがなくなるまでふわっと混ぜるようにしてください。そして焼く時のポイントです。まずですね表面が薄く焼けるまで一度焼いてください。そして表面が焼けたら一旦取り出して4箇所に切れ込みを入れます。このように切れ込みを4箇所入れていただくと綺麗にふっくら膨らみます。そして冷ます時のポイントです。冷ます時は必ず逆さまにして冷ますようにしてください。そのまま冷ましてしまうと下の方の生地が詰まってしまいます。そうするとねふわっとした仕上がりにならないので必ずすぐ逆さまにして冷ましてください。あとはしっかり冷めたら型から取り出して食べやすい大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ふわふわでとても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はコーヒーシフォンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。